最後ですね、夜になると橋下を照らすランタンとして夜になるとライトアップされております。さらにもう一つ、この両サイド壁の隙間、鳩が住んでおります。時間帯によってこの両サイド壁の隙間から鳩が顔を出していることなので、ぜひですね、行きと帰りでお楽しみください。こちら鳩が住んでいるから別名鳩のマンションです。皆さんの両サイド壁にですね、ガラスでできたのに鳩が顔をしています。ぜひですね、行きと帰りでお楽しみください。小樽は坂の町としても有名です。左側一番奥に大きな山が見えております。頂上にはですね、こちら建物が建っておりましてライトアップされている山ですね。この左側奥にはですね、ライトアップされた山ですね、天狗山です。こちらの釣り船は一般のお客さんを捨てレジャー目的とした釣り船となっております。本物の漁師さんの漁船をですね、小樽にある高島漁港に停めています。大変汚れてヘドロの匂いがしたので、自動車の普及による道路を拡張したいという意見が出始めました。ところがその一方で、それを聞いた小樽市民が小樽から小樽に上がると、この左手にある4階建ての大きな倉庫ですが、こちらの倉庫は先ほどの缶工場のかつて出荷前の缶が保管される倉庫です。第3保税倉庫です。2つのお話で有名になりました。1つ目は仮面ライダー2号の撮影でございます。第19話怪人ハリポプラは北海道にあるので、この小樽と札幌がロケ地として使われています。何が言ってもアクショックはベースの雰囲気がありますので、そしてその前にですね、大道倉庫と書かれた赤崎倉庫。この隣の大道倉庫と書かれた赤崎倉庫ですね、当時一番貴重で高価であった鉄製棚倉庫です。潮風で錆びるための鉄製棚は当時たちが見えっ張りです。かつては日清が扱いましたが、現在中には車を止めておくための駐車場が入っております。この後ですね、右側のお客さんを車線の左側へと旋回します。しばらくしますと右側からも運河の風景、車線の左側へと旋回します。さあ、ぜひいろんな角度から写真撮りましょうか。船が発着へとつきまして、案内まで今しばらくお待ちください。ライフジャケットにつきましては上のスタッフへとお渡しください。